今日はとても珍しいところに来ております。こちらは Japanese Cemetery 日本人墓地です。実は東南アジア最大級の日本人墓地がシンガポールにあって、シンガポールで暮らしてきた民間日本人や兵士の方のお墓が約1000基もあるそうです。前回私も墓地行ったんですけど、あれは日本人ではなくお墓も馴染みのあるスタイルだったり、お地蔵さんもいます。当時日本人女性は弱い立場にいたので、それを見守るっていうことです。こんな感じで地図もあります。広くはないんだけどエリア分けされてますね。日本語で書いてあるのがこれはまた珍しい。久しぶりに日本語読むわ。一気に風が吹いてとても過ごしやすいです。ここはちなみにシンガポールの日本人会が維持しています。ちょっと来る前に調べたんですけど、もともとは深木忠次郎氏が商館やゴムの木のゴム園を経営していて、1888年に自己使用のゴム園の一部を墓地として提供したそうです。なのでちらほらゴムの木もあるらしいんですけど、どれかなゴムの木って思ってて、これゴムの木じゃない？こちらは第3代目の Prayer Hall 御堂です。1986年に建てられたそうなんですけども、現在は一般公開されていなく、下に賽銭のところもあります。さらに広いところに来ました。最初もっと小さいコンパクトなエリアかなと思ったんですけど、意外と回るところがありますね。それぞれ木の種類とかもあるし、御堂の横に英語の表記があるので、さっきの地図は日本語でしたが、ここは英訳されたものがあります。今の御堂の横にあるのが山本音吉さん、シンガポール初の日本人現地採用者。音吉ここに眠るって。No, I'm good. Thank you. これ撮影してるとたまに手伝おうかって言われるけど、ありがとうございます。大丈夫です。このカメラちょっと使いにくいんで。彼はシンガポール初の日本人現地採用者ということで、一度は聞いたことあると思うんですけど、1867年に49歳で亡くなりました。模様が船っぽかったのは船で世界一周したからです。日本に帰国もできなかったみたいで、行き場所を失ったんですけど、貿易商として成功したらしく、上海からシンガポールへ移り、日本人の第1号になったそうです。入り口の方は大きくて立派なお墓が多かったんですけど、この小さいお墓、名前も書いてないブロック、こちらは唐幸さんのお墓です。明治から大正にかけてアジアに売春婦として連れてこられた人たちのこと、女性たちのことを外国行きっていう意味から唐幸さんと呼ばれていたそうです。多くは極貧状態の中で亡くなって、シンガポールで売春宿を経営していた3人の日本人女性がシンガポール政府に亡くなった売春婦たちを供養してあげたいということで、唐幸さんの埋蔵地としてこの墓地を建てたそうです。それについてもっと詳しく知りたい方は本があるので、そちらをチェックしてみてください。Kong Howler and the Prostitute っていう本があるみたいで、シンガポールに父親に連れてこられて売春婦として売られてしまった女性のお話について書かれているそうです。でもちろん売春婦以外の日本人の方もここに埋められたんですけど、ほとんどは戦前で、その徐々にシンガポールも発展していくうちに墓石の設計も手の込んだ作りになっていったそうです。こんなにたくさんあるとは知らなくて、初めて来てびっくりしました。とても静かで穏やかですね。橋の方に中華系のお墓もあるんですけど、こちらは日本人墓地の管理人だった中国人の方のお墓です。信じられない。で、日本人と中華系の人たちってバチバチだったじゃないですか。それで日本人墓地を管理するって相当寛大な心を持った方でしょう。尊敬します。売春婦の方以外にも第二次世界大戦で戦死した日本人兵士、水兵、航空兵、あとはチャンギ刑務所で処刑された日本人戦犯も眠っているそうです。実は1947年まで埋蔵地でした。でも1987年にメモリアルパークになったらしく、1973年以降は
誰も埋蔵されてないみたいです。シンガポールの若者なら Japanese Cemetery Park といえばこちらのピンクのアーチを連想するかもしれないです。なんか SNS では映えスポットとして知られているらしく、お墓が映えスポットってどうなのっていう気もするけど、ブーゲンベリアは日本の桜をイメージされたそうです。ボタニックガーデンにもあるし、チャンギ空港にもあるから、正直めちゃくちゃ珍しいっていうわけではないんですけど、アーチ型でわーってなってるのは綺麗ですよね。あと熱帯性の植物だから東南アジアならではの景色かもしれないです。梅雨前に行くのがおすすめです。じゃないと全部落ちちゃうから。ジョギングしてる方やペット連れて散歩してる方が多いです。フェンスみたいなのがあったりなかったりするのはどうしてでしょう。これもまた戦後戦前関係あるのかな。このフェンスとかイギリス式ですよね。端っこの方に来ました。この石にドネートしてくれた方たちの会社の名前や人の名前書いてあります。見つけました。二木忠次郎氏のお墓です。ここにもっと詳しく書かれてますね。この方がいなかったら多分日本人会もなかったと思うし、日本人会がなかったら私も8年間空手を習うこともなかったでしょう。掲示板にはポケモン GO で遊ばないでくださいって書いてあります。日本の方だったらお地蔵さん何かご存知かと思うんですけど、 Some people might not know what jizos are, so let me explain a little bit. It's actually from East Asian Buddhism, and its role is to protect children. It also protects the souls of unborn children and children who have passed away. 妊婦さんとかも亡くなったと思うんで、日本人女性の安産と冥福を祈るために日の本地蔵が建てられました。今回初めてシンガポール、バイク乗っている、すご。今回初めてシンガポール日本人墓地公園にお邪魔させていただいたんですけど、どうやって日本人社会が始まったのかとか、ここに日本語でも英語でも書かれているので、ぜひご興味ある方は訪れてみてください。ちょっと町外れにあるので、私はセラングーン MRT からバスに乗ってこれました。東方6本ぐらいかな、バス停から。さっきバイクの音がするって言ったんですけど、バイクに乗ってる方セキュリティで普通にタバコとか吸っててびっくりしちゃいましたね。It's amazing how they let us have this place despite all the terrible things the Japanese army have done. So honestly, big respect to those who have invested in it, to those who have taken care of it. 中国人の管理人たちにも大変感謝しております。以上で本日はシンガポールの穴場スポット、隠れスポット、東南アジア最大の日本人墓地へ訪れてみました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。バイ。